今日はズワイガニのメスセコガニを使ってカニの香箱を作っていきます。まずは香箱のあんを作っていきます。白だしを入れます。少し残しておきます。みりん、薄口醤油、米酢を入れます。火は弱火にして沸騰直前まで待ちます。これを強火にしてしまうとだしの風味や酢が飛んでしまうので、必ず弱火にしてください。水溶き片栗粉を作っていきます。先ほど残した白だしを使ってこの中に片栗粉を入れます。残しておいた白だしの中に片栗粉を入れていきます。これを水でしてしまうとせっかくのだしの味が薄まってしまうので、残っているだしを使います。今回はカニ酢をあんにするために水溶き片栗粉を使いますが、このままカニ酢の状態で使ってくれても構いません。沸騰直前になったら火を止めて水溶き片栗粉を入れていきます。火を止めて入れることでダマになりにくく上手に仕上がります。このまま冷ましておきます。今回は簡単に手で剥く方法と包丁を使って丁寧に剥く方法の2パターンをやっていきます。まずは簡単に手で剥く方法でやっていきます。まず足をしっかり持って甲羅の方に取っていきます。外子が入ったふんどしの部分を取っていきます。甲羅を取っていきます。この下の部分から取っていくと剥がれやすいです。次にこのガニという部分を取っていきます。ここはエラのような役割をしていて雑菌が集まりやすいので、リードで丁寧に拭いていきます。ここを水で流してしまうと旨味も一緒に流れてしまうので、ペーパーで拭くようにしてください。最後に爪の部分を取っていきます。この爪は飾りで使っていきます。口の部分を取っていきます。ここは親指で押すと取れます。ここについた内子はそのまま中に入れていきます。味噌も同様に入れていきます。この膜の方は口に残るので取っていきます。この白い部分はカニの血液になります。血液が固まった部分になるので、これを一緒に混ぜると旨味成分になるので、そのまま残しておきます。外子を取る前にここにも味噌と内子が入っているので、こちらも余すことなく取っていきます。次に外子を取っていきます。今回は簡単なやり方で粗い網を用意してもらって、この中で吸っていきます。そうするときれいに外子だけが取れていきます。ざるでするとこのようにきれいに取れます。ざるについた外子を落としていきます。これで外子の処理が終わりました。胴体を仕込んでいきます。口を取ってついた味噌も入れておきます。この胴体の中にある味噌と内子を中に入れていきます。この内子は外子と違って濃厚な味わいになります。外子は逆に味が薄いですが、プチプチとした食感が特徴的です。この白い部分も血液の塊になるので取っておきます。次に胴体を半分に切っていきます。横からまっすぐに包丁を入れて縦に割ります。この胴体の身を取る時のポイントですが、こちらふんどしがついてた方の身になります。こちらの身はすごい取りやすい特徴があります。反対にこちらが甲羅がついていた方の胴体の身になります。こちらの方はいろいろと骨が入り組んでいるので身が取りにくいっていうところの特徴があります。取る時はアイスピックで取るかカニスプーンで取ると取りやすいです。こちらがふんどしがついた部分の胴体、こちらが甲羅がついた部分の胴体になります。こんだけ身の取り方に差があります。胴体で取った身とこの残しておいた内子と味噌、血液をすべて混ぜていきます。
それではあえたものを殻に戻していきます。まずは爪の部分から順に関節を取っていきます。曲がる方と反対の方から取ることで剣も一緒に取れていきます。剣が取れていくことで中には身しかない状態になります。次に身を取り出しやすくするために包丁を入れていきます。必ず太い方から包丁を入れてください。カニの身は余すことなく使いたいので、こういうところも入れていきます。それではカニの身をご家庭にあるこのような棒を使って押し出していきます。まずカニの白い部分を上にして細い方から太い方へと押し出していきます。万が一カニが滑る場合はダスターを引いてその上で押し出すようにしてください。そうすると滑らずに押し出せます。残りの小さい足も押し出して出していきます。少しタレをこの中にかけておきます。飾るむき身の部分にもあんを塗っていきます。外子にもあんを絡めておきます。甲羅に入った身を真ん中に寄せます。むき身を並べていきます。ここで乗せる時のポイントが、甲羅の中に身を入れ込むと綺麗に見えます。お好みで生姜をここに乗せていきます。これでカニの香箱が完成です。それではこちらのセコガニは包丁を使って丁寧にやっていきます。では足を取っていきます。一本一本包丁で切っていきます。ふんどしを取っていきます。甲羅を取っていきます。外子をより取るために箸でこすいでいきます。先ほどと一緒の工程のところは飛ばしていきます。それでは身を半分に切っていきます。切る際のポイントですが、白の方が柔らかいので白の方から切れ目をまず入れてから一気に切っていきます。そうすることで身がきれいに割れます。赤い方から切ってしまうと殻が硬く身が潰れやすくなります。必ず白の方から切ってください。半分に割った身を取っていきます。取るポイントとしては細い方から取っていきます。爪楊枝や千枚通しを使って左右に入れながら取ると剥きやすくなります。殻の外側で剥ぐことで赤い部分が多く残ります。並べる際も細い方から太い方と揃えると後から盛り付けしやすいです。こちらが包丁を使って丁寧に作った方です。うまっ。